フレドリック・ラインフェルトは過去8年間、スウェーデンの首相でスウェーデンで最大の右翼政党のリーダーでありました。モドラタナ。彼は右翼政党の4人の指導者が11年間、スウェーデンを支配していた社会主義政権を転覆しようとして、一緒に来た2006年の選挙の前に形成された、スウェーデンのための同盟の黒幕である。しかし、近年では、フレドリック・ラインフェルトの心が劣化しているようだ。とそれはすべて彼の妻、フィリッパ・ラインフェルトは、離婚を申請した時に起動するように見えた。ヤンブジャークランドは右派リベラル政党での第二の最大の当事者である、フォークパーティー野党のリーダーである、スウェーデンのための同盟。彼はまた、最後の4年間、文部大臣をされています。最近、スウェーデンは世界的な学校がランク付けに転落したとき、彼は、その点に無残に失敗していたことが判明した。しかし、ヤンブジャークランドは前の社会主義のルールの間に、学校の規律及び秩序の欠如を説明するための軽蔑的な用語である。このため、フラムスコーランを非難。福島原発事故にもかかわらず、ヤンブジャークランドはまだスウェーデンでより多くの原子力発電所を建設したいと考えています。そうでなければ、国家はロシアのガスに依存することになる。それは、スウェーデンができるだけ早く NATO に参加することも重要だ。と彼は主張する。ロシアのクマは、平均1です。アニエレーフは強く、自立した女性。そして左翼リベラル党の第3の最大の当事者である、センターパーティー野党のリーダーである、スウェーデンのための同盟。アニエレーフは社会主義とクオータに反対し、起業家精神と中熱烈な信奉者である、ナロドラドポリティーク。彼女はまた、商工大臣であることを誇る。あなたは日本からスウェーデンに来た場合は、アニエレーフの最大の願いは、あなたが起業家になるということでしょう。おそらく、あなたは日本から漫画やプラスチック無毒ロボットおもちゃを売ることができる。ゴラン・ハグランドスウェーデンキリスト教民主党。高い評価を伝統的な家族の価値を保持している保守的な党をリードしています。パーティーはあまり重要で、強であり、アライアンスパーティーの4番目と最も小さい。ジョナス・シェーステッドスウェーデン議会の左にパーティーの最も遠い、バンスタパーティー野党のリーダーである。彼らは増税以外にも、公衆衛生のケアやベンチャーキャピタリストの長老ケアマネジメントを取り除きたいと思います。一番左の彼の仲間の多くは社会主義者のように、ジョナス・シェーステッドはスーツとネクタイへの権を持っています。彼らは、民間の保育所などでの罪のない小さな子供たちを食い物にベンチャーキャピタリストの彼を思い出させる。ステファン・ロフマンは、スウェーデンの社会民主義者、スウェーデン最大の左翼党のリーダーです。彼は、彼と彼の党が難を望んで有権者を語っていないの専門家です。彼は実際にビジョンを書いている。むしろ同盟が引き継いだ前に彼らがいたとして物事がしたいからである。ステファン・ロフマンは労働者階級の背景を持っており、彼は銃だったので、彼は違って政治に関与したことはありません。左から右に、ほとんどのスウェーデンの政治家。これは彼に有利に働くかもしれないなんかである。グスタフ・リドリンと彼の党、ミルジョパーティー野とは、女性初めての有権者の間で人気があります。彼は木や物について多くを気にするためです。あなたが車を所有している場合、フリドリンはあなたがおおよそ100スウェーデンクラウンズに等しい、クリマサンドリングを支払うことを望んでいる。スウェーデンは化石燃料の代替の研究に資金を供給できるようにするためです。アサラムさんは星であるフリドリンの相棒であるミルジョパーティー野と、彼女は利用の少ないラジカルフェミニズムを承認していない中間の中年男性におけるしつこい以外を行います。ミルジョパーティー野と
でリーダーシップが私有の二人の間で共有されているので当然、紙の上に、アサラムさんは、フリドリンとしてスターの同じくらいです。しかし、一人の女性と一二なりは一人の男と一非フェミニン二なりも問題ありませんが、ありません。このようなルールです。あなたは日本からのものであり、スウェーデン人になりたい場合は、アサラムさんによると、あなたがする必要があるのは、ストックホルムに行き、地下鉄に乗るです。スウェーデンはちょっと驚くべきことらである。ジミー・アクさんはスバリジュディモークラタナのリーダーです。彼らはそれが日本のそれに近くなるように、スウェーデンに第三世界の移民を減らしたい。彼らはまた、スウェーデンの社会に多くを調整するために移民を望んでいる。ジミー様は、彼が難民キャンプを訪れたヨルダン、アンマンで最近あった。彼はこのロットに言及している。日本が攻撃された場合は、おそらく巨大なモンスターに、ジミーさんはあなたがスウェーデンに来ていない言うだろう。あなたは日本に近い国で亡命を求めて目指すべきである。しかし、ジミー・アクさんはあなたを助けるために、UNHCR へのより多くのお金を送ることになる。おそらく、武器にも。それはとてもスウェーデンの著名な武器製造業者であることを誇る。今、あなたは、スウェーデン議会政党のすべての指導者を知っている。それらをよりよく知ってもらうためには、お使いの携帯電話やタブレットのためスーパーバラップのダウンロードします。アプリは、Google のプレート APP ストアで利用可能です。